ベジットの本当の力を見せてやる。ロームーシ様の音波攻撃はビルス様でさえ当たれば体が麻痺して動けなくなります。なぜだ、体が動かない。まさかベジットがこれまで習得しているとは。一体彼にはあとどれだけの奥の手が隠されているのでしょう。このバカどもで好きにたたえ合え。力尽きた頃に俺が仕留めてやる。やつ調子に乗りやがって。ヘレス・モスコ、俺を言語しろ。モスコバカ野郎、どこを爆破しやがってんだ。来いビルス、決着をつけようぜ。さて反撃といくか。ベジットさんとビルス様、大丈夫でしょうか。何も見えないのね、つまんない。どうした、もう手を尽くしたのか。ついに本気を出しやがったか。ベルモットの野郎、ずっと隠れてやがったな。あの卑怯な野郎、呂布の木々を狙いやがって。ベジットを片付けたら次はお前らだ。バカどもめ、体力もだいぶ削れただろう。ありえない。さっきの攻撃、俺の背中をかくつもりか。そっちから来ないならこっちから行くぜ。あのピエロ、逃げるのだけは得意らしいな。あいつ本当に人間なのか。まさか大神官様と修行でもしたのか。貴様、絶対に許さんぞ。まだ寝言を言う元気があるのか。まとめて片付けてやる。超サイヤ人ブルーベジットの本当の力を見せてやる。まずいわ、この力。ベジット、本気を出すぞ。ねえねえ、おかみかん、
今どうなってるの？前王様、この試合は大変先行になりますが、煙がひどく少々見えづらいですね。では前哨戦はここまでにしましょう。なんだよ王戦艦、このタイミングで破壊神どもを転送しやがって。今日めだぜ。バドス、早く治療しろ。ベルモット様、ご無事ですか？トッポさん、今はそうしておきましょう。力の大会も混戦形式となります。勝敗は相手を武部隊から落とすことになります。しかしカイジスンとアリスは戦が早すぎて前王様が楽しめないからです。さらに破壊神を超える力を持つベジットさんの参加も認められません。なんだと？まさかありえねえ！ふざけんな！おいシン、今大神官様は何て言ったんだ？ベジットさんは大会立つ狩りに参加できないと。なお武器や回復薬を使用した場合も即座に失格となります。他の宇宙に破壊神候補級の猛者がいる。ベジットなしでは勝つのは難しい。僕たちベジットの試合が見たいの。承知いたしました。では特例としてベジットさんの参加ましょう。ふう、これからは少し控えめにするか。おいベジット、お前が言い出した大会だ。勝算はあるんだろうな。絶対にしくぎるなよ。さあな、絶対勝つとは言ってないぜ。もし消滅させられたら化けて出てやるからな。ポタラでの合体は2人分とみなします。出場者は必ず10人、それ以外は失格です。またね、バイバイ、ジット。じゃあな、ちゃん。この声は孫悟空の息子だ。フリーザ、話がある。試合に出てもいいが条件は完全に復活させることだ。それにあの時俺を倒した生意気なやつベジットはこの大会に出場するのか？父さんはもちろん出場する。父さんに言われて俺が君を探しに来たんだ。だが今のゾンビにとってそれは虫を潰すようなものだ。変なことを考えるな。なんだと？お前の父さん？お前は孫悟空の息子じゃないのか？まさかお前の父さんは。余計なことを聞くな。時間通りに試合出りゃいいだな。そんなクイとったった出場人数が足りなければ大変なことになるだろう。お前に残せば2人分足りなくなる。あのやるにはらないがお前を始末するくらいは楽勝だ。ベジットはお前がいないのに気づけば必ず俺を探しに来る。その時俺に土下座させてやる。すごいエネルギーの波動だ。ごはんくん大丈夫だろうか？俺のゴールデンフォームはさらに完成度を高めている。1分いや30秒もあればお前を始末できる。この2人地獄を壊す気か？どうしようもないやつだ。宇宙の存亡がかかった大事な時に己の利益しか考えていないのか。今日は教えてやる。そうしないと試合に出ても足手まといになるだけだ。気は感じられないがこの恐ろしい圧迫感は運を発したものか。10年でここまで実力をつけるとは思わなかった。もう一人の怪物の気も恐ろしく強い。ベジットの言っていたことは本当だったようだ。腹
をこんなに適当に捨てるのか。ベジット来たか。ミスターイゼルなるのは本当に気持ちいい。このやつ恥知らずだ。早く服を着ろ。ベジット、一体何の用事？力の大会のこともう知っているだろう。行かない。お前と同じくらい強くなるまでどこにも行かない。あなたと一緒に戦いたい。チームに入れてください。お前の宇宙が分ければ消滅する。それでも全然気にしないのか。俺とお前がいれば第7宇宙は絶対に優勝できる。そしたら願いを叶えて俺の宇宙を復活させられる。完璧だ。生意気さは合体の不正なのか。コックスにカイフラ、そして俺までみんな思い上がっている。カイフラ、他の宇宙の人を引き抜いたりはしない。それにお前はまだ弱い。宇宙にはお前が思うより強い高手が数多くいる。俺のことは言うまでもなく、合体を解いてもお前はかなわないだろう。なんだと？俺が弱い？見くびるな。俺の修行の成果を見せてやる。どうだ、これならお前のチームメイトになる資格があるだろう。力の大会開催まで残り20時間を切った。各宇宙の神たちは大会で勝利を収め生き残るため必死に出場選手を選抜している。おいウイス、人選は揃ったか？彼らはもう地球に戻ってメンバーを集めに行っていますよ。俺も地球に行く。ここで何もせずに待つよりマシだ。というか宇宙はこんなに広いのに手のひらサイズの地球からしか人を探せないのか？結局本当に強いものは地球に集まっているんですから。急いで美味しいものをたくさん食べておかないと、もしかしたら宇宙はすぐに消えちゃうかもしれないんだ。ベジット様がいるからこそビルス様は破壊神の中で最も余裕のある存在なんです。あなた自身で言えベジット様にはかたわないですよ。うるさいかい。早く地球に行け。どうだ、これならお前のチームメイトになる資格があるだろう。半時間のコマデキとは確かに腕前がある。だが認めるわけにはいかない。ヘツ、今のお前の係俺を超えるなんて夢のまた夢だ。見せてもらおうか。お前は何割の力で俺を倒せるんだ。ベッド、よくも俺を舐めてくれたな。また変身していないのにスピードがとんでもなく速い。くそ、偉そうにするな。どうやったたった一撃で負けたなんて。全選手は集まり終わったか？そうみたいですね。時間だ。皆手をついで輪になれ。あいつの木は特別だ。異常に強い。
特に耳のポタラピアス、これはあいつの合体戦士だという証拠だ。ベジット、あいつの名はジレンだ。お前を倒すために作り出された最強の戦士だ。お前は確かに強い。俺よりも強いな。だが超ジレンの戦闘力はお前の想像を絶する。最終的な勝者は間違いなく第11宇宙そしてお前たち第7宇宙が最初に脱落するんだ。いい冗談だな。お前の哀れな戦闘力より冗談の方が上手だな。さあ準備はできたか。今力の大会開始。俺セルが出番する必要あるか。セルジュニア10体で十分だ。行けセルジュニア、この雑魚たちをリンゴで蹴り飛ばせ。どうして皆同じ姿なの？コピー人間なの？感じるか？何かがこちらに近づいている。しかも尋常じゃない。リング全体、いやムヌの界全体が震えている。ベビーメット、根に持つ野郎。ベビーメット様の命令なら手伝おう。あいつらは手強いからな。いらない。俺一人で始末できる。他へ行け。分かった。行くぞ。ここは任せた。豆腐にこれしんではないのに実力は破壊神に匹敵する。この恐ろしい威圧感はまるで灼熱の太陽に直面しているようだ。いや、ありえない。そうだ、自在ヨーダだ。あの男は前の試合で全力を出していなかった。驚いたか。この技お前は見たことがあるはずだ。またあの神のご技か。ただのくだらない技なのに大げさな名前を付けやがって。先に言っておくが、神の技であろうとその他のものであろうと絶対的な強さでなければ俺の前では無意味だ。やっと面白くなってきた。おお、ベジットの神経体か。かっこいい、すごい。この二人が戦い続ければ無の界さえ完全に破壊されてしまう。だが今止めばの持ち番を損ねてしまう。一体どうすればいいのだ。ジレンの木はまだ上昇している。ベジットのあの一撃はただの幸運だったに過ぎない。ソンガは俺が倒した。あのベジットも長くは持たない。第7宇宙はもう終わりだ。負けてない。俺も簡単には倒れない。攻撃の一部しても爆発の気配がない。ジェンは思ったよりも生成されている。
まあいいこんにゃ早く戦いを終わらせてもつまらない。不可原谅。まさか残像か。いつの間に消えたんだ。の痛風によって陣で全然無効される。その上竹貝なれが部隊の担いに激しい苦痛を与え試練をひどく苦していた。一撃で倒れる粗学品め。一番の見せ場はやはり最後に残すものだ。どうして突然戻ってきた。高速移動なら俺の感知を逃げられるはずがない。第6宇宙対決の時ベジットも似た技を使った。第7宇宙は人間は皆この座を使えるのか。気絶させてリング外に蹴り出すしかない。この形態は試合前半が精神時間やの運命の鍛えてくれたものだ。運命のいたずらだな。何、まさか俺の時飛ばしを破られたのか。力を止めているのか、それとも瞬間移動を使うつもりか。ヒット！終わった終わった！シャンパ様、こんなに取り乱さないでください。あなたは破壊神ですよ。ヒットさん攻撃を貫く瞬間、異次元空間に入り込んでダメージを回避したのです。お前と俺は単に姿が似ているだけじゃないようだな。お前には言葉にできない感じがする。俺お前を気に入った。外に隠れている。俺は殺道のサイヤ人戦士だ。出てきて正面で戦え。このサイヤ人は人造人の毛を感知できない。俺たちは決勝まで隠れていればいい。17号さん18号さん、サイヤ人ザルとかくれんぼでもしているのか。この王が手伝ってやろうこの時に見栄を張って時間を無駄に。これ以上グズズしていたら許さない。ほほう、軽闘なサルゴモよ。避けるスピードはなかなか速いな。フリーザ、お前トカが猿を笑っているのか。猿の方が進化しているぞ。この臭いウサギ、黙れ俺を攻撃する暇があるのか。まず自分のことを心配しろ。大人なのに服も着ていない。目に悪い。この試合はダイナ宇宙が仕掛けたのに、お前たちの姿はあまりにも情けない。ベジット以外に戦えるやつを一人も選べないのか。ジレン、何をやっている。真剣にやれないのか。こんな射撃で数がない。防御を外すぞ。好きなだけ攻撃してこい。全力を出せないなら俺が強制的に出させてやる。あの技は間違いない。ダメージを受けて力を高める破壊神だけの能力だ。ジレン、戦時降は2度目だぞ。まだ対処できないのか。
俺の戦時自力軍備競技戦技をこれで完全に使えない。俺は戦時校に頼りすぎたからこんな窮地に立たされたのか。ヒット、どうした？時間を止める悪気はどこ行った？分かった。俺の究極艦隊の前ではどんな小手先も無駄だ。こんな恐ろしいカメメハ、孫悟飯か。精神タイムルームでは俺と互角だったのに今やここまで強くなったのか。ご飯は私に彼からあまり離れるなって言ったの。でも彼の周りの熱気が強すぎて全然近づけない。兄弟7、2つ迫ってきた。体力がもう残りわずかだ。一体父さんを助けるべきか、それともケフラたちを始末するべきか。ここまで来てまだ全力を出せないのか。ハレとはこんな些細な力で俺を倒せると思っているのか。ベジット、お前は火の術を少し身につけただけだな。本質的にお前は力を乱用し私利だけを求め宇宙の安寧をつるみない奴らとながら。これが真の強さだとは絶対に認めない。たとえ破壊神と天使の力を持っても絶対に負けない。すごい。尋常じゃない。ジレンの木が数倍に膨れ上がった。肉眼でも恐怖を感じる。ビル様、もしかして怖いのですか？ベジットが負けるわけがないだ。この感覚だ。みんなに変化しても絶対に負けない。たとえ全ての神が俺の前に戦っても一歩も下がらない。孫悟飯、かかってこい。今の俺は絶好調だ。もしかしたらベジットにも勝てるかもしれない。まさか残像だったの？本承知、神のやつ。幸いケフラは頭が回らないからな。俺が幻出した具現化エネルギー体でもう少しあいつを引き止めてくれるといいんだが。ハゴ選手は予想より多く奥のやつが影に隠れて最後まで生き残ろうとしている。これらの分身を使って弱い戦士たちを始末しろ。ケフラに無我に手を出すべきではない。ケフラの今の力は前世の超形態に匹敵。怒らせれば臨場とする可能性がある。
たとえ最終的に彼女を倒せたとしても俺の力は完全に来てしまう。今の唯一の方法はあいつを立ち止めし、一刻も早く他の戦士たちを始末することだ。ケフラは俺のエネルギー体を打ち砕いた。だがあいつの姿も消えてしまった。一体どういうことだ。バレた！爆裂閃光！何をしても絶対に俺を振り切れない。だが感謝してやる。苦手の極意の回避能力にも限界が存在すると分かったからな。これが分かれば今度ベジットに対処するのは簡単だ。第七宇宙を守るためもうこうする以外にすねはない。孫悟飯、何をしている！エネルギーを全て分散させるなんて。今の孫悟飯はただの抜け殻だ。こんな状態でも反撃さるとは俺が油断しすぎた。ケフラ、早く逃げろ。ご飯はすぐに力尽きる。無駄な力を使うな。この負けな豚め、俺に対して察するな。やっとこの圧的な域にまで乗り詰めたのに妥協で逃げるなんて絶対にありえない。今げても意味がない。どうせ最後のにはベジットとジロンに言ってのなけばののになちくばかなければならない。ビル様、どういうこと？パパが合体したら無敵だって言ってたのに。黙れ。どうしたの？みんな顔つきがすごく険しくなってるじゃん。空間が木によって震えている。ジレンの仕業か。違う、これは人間の木じゃない。神だけがこんな力を解き放てる。面白いのはこれからだ。お？完璧な自在国威。早すぎる。反応できない。消えた。動きを捉えられない。彼の木、近づいただけで体が増える。ベジット様、マジでヤバすぎる。あの木がまさか時空を砕くほどの威力だったとは。どうしてこんなデタラメな力を持っている？第10の正義のため、何の目的もない君たちがなぜこんなに強い？あいつまだ奮闘している。お前の執念は守るため感心する。ここがジレンの意識空間か。ポタラの三飾り、これをつければ限界を超えた力を手に入れられる。断る。外力に頼らない。海洋神粛清、人間ゼロ計画始動。見たか、これが正義の末路だ。悟空たちが正義の据えったところでこの宇宙を壊すだけだ。なるほど、
これが執着の原因か。なんだこれ、聞く指輪が急に反応したぞ。新たな断片が現れた。これはジレンの記憶だけではないようだ。宇宙のため妥協する。ベジータ、身勝手の極意じゃ勝てない。あの技を使うんだ。こんな恥ずかしい真似を。わかった、これで最後だ。ゴテンクスのフュージョンじゃないか。動きがこんなに慣れてる。ベジータ、裏でめちゃくちゃ練習したんだろう。ジレン、宇宙の運命をかけてお前を叩きのめす。弱すぎる。がっかりした。こんな方法、融合があったなんて。試合が終わったら第7宇宙をかっさらう。フュージョンの時間は限られてる。さっさと決めるぜ。ジレンを助けなくていいの？あいつは俺たちの知るジレンじゃない。ワダースの10倍以上の強さだ。技は通用しないようだ。魔上面からぶつかるしかない。さっさと終わらせる。フュージョンが一見で撃退。ありえない。こいつの強さ、想像以上。一宇原千代はかからったことだ。これは俺を見下しているのか。悟空、ダンスで変身したのすごい。こっちの悟空の方がもっと強い。これが最後の切り札。20倍けー。お前を倒すためこの命を懸ける。ウイス、ゴジータの木がなぜこんなに凶暴なんだ。これは海王剣。敵も己も傷つける禁じられた技だ。だがこの戦いを質と量の2つの視点で分析するなら、悟空さんとジレンさんの差は量だけにあり、ベジータさんの差は質にある。もしベジータさんが自家国威を習得しているなら、2人が合体することでジレンさんとの差を完全に埋められる。今回生き残れたら破壊の力を絶対にベジータに伝える。20倍け
頼みます、ゴジータさん。必ず勝ってください。時間だ。試合を終わらせろ。ジレンだ。なるほど、この拳が頼りないわけだ。もうとっくに力尽きていたのか。別の時空のお前なら信頼できる。優勝を譲ってもよかった。しかしベルマド様は言っていた。他の時空のお前は決して全宇宙を復活させない。この過ちは必ず俺が正す。許してくれ。苦痛は一瞬だ。俺が勝ち残り必ずお前たちを復活させる。なんでこんな体が勝手に浮いてきちゃった。実家だ。ジレンのやつ何をする気だ。一気に全員を場外へ吹き飛ばす気だ。敵味方問わずな。たった一瞬で全員を淘汰してしまった。驚くべき木のコントロールが人間に備わっているなんて全く驚愕だ。ゴジータはさっき力を使い果たしていた。今目を覚ましたが、本当に奇跡を起こせるのか。どうしてこうなった。カカロット、貴様最後の力だって分かっていながらカメメハなんて大技を使いやがって。悪いベジータ、オラの判断ミスだ。今はただウイルだけでもう精一杯だ。カカロット、上を見ろ。ジレン、この野郎。無駄口を叩くな。仕掛けるぞカカロット。もうダメだ。全て終わりだ。合体で勝つなど不本意だが、俺は勝たねばならない。孫悟空、俺が勝ち残り全ての宇宙を復活させれば、お前にも俺の正しさが理解できるはずだ。申し訳ございませんビルス様。わしから一言言っておこう。お前たちよく戦った。さよならビルス様。シャンパ様。今や全宇宙において存続するのは第1号第8配置12宇宙、そして勝者である第11宇宙のみとなりました。まさかこれほど凄まじい戦いになるとはな。破壊神同士が本気で当たったとしてもせいぜいこれと同等レベルだろう。孫悟空、ただの人間でありながら神の大技はだがあのジレンは伝説以上に恐ろしい。破壊神王も探る力を持つと噂には聞いていたが、実際は噂をはるかに超える恐ろしい男だな。あの力、ここにいる破壊神の誰が勝てるというんだ。我が宇宙にこんな奴はおらん。もし参加していても結果は敗北だ。どれほど強大な力を持とうと全王様にはかなわん。我無な可動な宇宙とは次元が違う。あのジレンがどれどこ強大な力を持っていようと我々の脅威にはなりえんよ。むしろ喜るべきではないかな。あの目障りなビルスがようやく消えたな。自業自得というやつだ。このキングを九州眼下だけ残す。これこそが宇宙の調和というものですよ。ジン様のお知る通り、
単なる力だけが宇宙のレベルを測る基準ではありません。我々神の最大の使命は宇宙のバランスと発展を維持することなのです。空やジレンのような野蛮人はいずれ宇宙の法則に淘汰される運命です。奴ら老けやがって、自分たちの方がよっぽどきついことをしているくせにランキングのために遅れた銀貨を消すなど誰にでもできる手抜きだ。それで図抜き校区だと厚かましいにも程がある。黙れカイ、生き残るのが最優先だ。生存のためなら何だってやってやる。忘れるな、宇宙の管理が面倒になっただけだ。いつまた気が変わるかわからんぞ。だからこそ後の優位を断つために誰よりも冷酷にならねばならん。あなたどういう意味ですか？貴様はどうにもできんだら問題の種である他の宇宙を全て消せばいい。全王様の宇宙に我々だけが残れば永遠に安全なのだ。皆様、超ドラゴンボールの準備が整いました。ジレンさんはどちらへ？大神官様、ジレンはすでに。ジレンたちは先に第11宇宙へ戻りましたわ。願いはベルウェボット様に託すと追ってました。第11宇宙は随分とお忙しいようですね。ではベルモットさん、どうぞ。神であるあなたなら私の通訳など不要でしょ。全王様、支配は全て整いました。ゼンちゃん、なんでオラみんなと一緒に消えなかったんだ？だって孫悟空のこと大好きだからね。だから消える前に大神官に別の宇宙へ移してもらったのね。てっきりみんな生き返ったのかと思ったぞ。悟空、僕たちの宮殿で一緒に遊ぼうよ。ごめんなゼンちゃん。オラ超ドラゴンボールを集め直してみんなを生き返らせなきゃなんねんだ。悲しむことはありませんよ。あなたが全王様と遊んでいる間、私が代わりに集めておきましょう。大変様、なんでオラを助けてくれるんだ？この世界の全王様のご意志です。あなたに一つ借りを返したいのでしょうね。よっしゃー、サンキューなゼンちゃん。超神龍、俺の願いはランク上位4つの宇宙を、中の全ての生命と神々を含め全て消し去れ。ベルモット、貴様よくも騙し討ちを。あれ、悟空いなくなっちゃったね。悟空がもうこの世界にいないなら、こんな退屈な世界もうある必要ないよね。全部消えちゃえ、悟空の道連れだ。どうしてこんなことに。今までどの宇宙が消えようと全王様は気にも留めなかったじゃないか。お父様、全王様の消滅がすでに始まっています。まさか我々天使全員がこの世界と共に消えるしかないのですか？心配はいりませんよウイス。天使は消滅しません。世界が滅びた後、我々は平行世界の様間へ向かいます。全王様ここを消し去るなくなったからです。この世界の運命は全王様が初めて悟空さんの変身を見たあの瞬間にすでに決まっている。退屈な時、全王様はさまざまな宇宙のほほしぼを気まみに巡っておられます。その竹、全王様はずっと前に悟空さんに会っていたのですよ。全王様が初めて悟空さんを観察されたのは、彼がナメック星で初めて超サイヤ人に変身した時のことでした。我々は静かに待っていればいいのです。しかし
無限の平行世界の中にはこの絶望的な状況を打ち破る同じように奇跡を起こせる人間が現れるかもしれません。俺は全てを救ったはずなのに、なぜこんなにも心がざわつくんだ。おお、ジレン帰ったか。大会は勝ったんだろうな。ああ、よくやった俺がついに祝ってやろう。ベルモット様、俺はあなたの絶対的な正義を信じている。だが別の宇宙のあなたも同様に信じるとる存在だろうか。安心しろジレン。どこの世界にいようと俺は超ドラゴンボールで全ての宇宙を復活させる道を選ぶさ。少し休んでおけ。これからお前は他の時空へ行き、力の大会に出て全宇宙を救わなきゃならないんだからな。そうであってほしい。さもなければたとえ破壊神であろうと代償を払ってもらうぞ。分かったぜジレン。お前がさまざま時空を渡りいて力の大会に参加していたのは勝った後超ドラゴンボールでみんなを復活させるためだったんだな。だがお前は気づいていない。ベルモットに完全騙され利用されているってことを。あの神と名乗る連中は自分の利益を守るためならいくつの宇宙が消えようと全く気にも留めない。ジレン、お前は信じる相手を間違え道を踏み外した。その間違い俺が正してやる。俺もお前の真似をするぜ。この闘技場を空っぽにしよう。ベジット、早く離してくれ。1対1で死闘を挑め。ベジットさんは実に素晴らしい戦いをなさいましたね。ほとんどダメージを受けることなく全ての相手を打ち破りました。ふう、これで本当に終わりだな。まだ終わっていませんよビルス様。ジレンがまだ部部隊に残っています。まさに力が残っているのか。まさか絶望に追い込まれて覚醒したのか。違う、彼はもう絶望的だ。命を燃やしている、間違いなく。ベジットが手を出さなくても彼は自ら死ぬ。やめろジレン。わからないだろうサイヤ人。全てを元に戻すため、師匠と第11宇宙の絶対正義を貫くため、死んでも止まらない。猛獣を開くな。お前の心の後悔をはっきりと感じ取れる。お前の心に浮かんだ光景見えただろ。ベルモットのせいで全て腐った。そしてゴーブラックはザサスが超新竜の借りて悟空の肉体を奪い取ったものだ。今のお前の執着は自己満足に過ぎない。真実に向き合う勇気がないからだ。この神事は死よりも受け入れがたいだろう。なぜベルモットあれはした。今までの全ては一体何のためだった。俺が解放してやる。全ては終わっていない。俺の執着も努力も何の意味がある。もう後戻りできない。ベルモットもお前も信じない。今度こそ俺の手で絶対正義を貫く。
そうなら仕方ない。お前たちから真の信頼と強くなる意味を学んだと思っていた。ベルモットの言葉でお前たちを疑うようになった。ずっと自分を厚いてきた。昔のまま心を閉ざし猜疑心にとらわれたままだ。第7宇宙のベジット様、願いをかけてください。超新竜よ、願いをかける前に一つ質問がある。俺のノービラの記憶は本当に起こったことなのか？真実に存在する。ウイス、こいつはどうやって神の言葉を習得したんだ？私も分かりませんが、大神官様も異議を途絶えていないようですわ。俺の願いはいつかの時空の世界を全王様に消される前の状態に戻すことだ。お父様、俺たちの世界が本当に復元されました。ここを離れられます。今最優先すべきは全王様を宮殿に連れ戻すことだ。今全王様はどこかを頼っているはずだ。人間でありながらここまでやれるとは実に凄まじい。今後彼が困った時は必ず恩返しをしなければ。全王様、神の言葉わからないし、俺が何を願ったかも知らないだろう。お前たちが消した宇宙を復元した。つまり全てが元に戻った。この結果文句はないだろう。気にしないよ。宇宙は大きな木みたいだと思っていたの。いつも一番高い枝を見て喧嘩して、どれを残すべきか切るべきか言うの。でも土がなければ木全体が倒れちゃう。だからみんなに毎日土に水やりと肥料をしてほしいの。ジットちゃんは木の一番大きて輝く耳みたいや。キラキラ輝いて目が開けられない。ジットちゃんが一番好きだから、何を願っても全然気にしないよ。アレちゃん、みんなちょっと待ってくれ。ちょっと用事を済ませてくる。ギット、何をする気だ？己勝手な神など生きる資格がない。何を考えているかわかる。だが天使は中立を守らなければならない。破壊神が何をしようと天使は干渉できない。ベジット様、ベルモットは大功を犯したが、お前に破壊神を処刑する権利はない。お前の活躍を鑑み全王様は今回は問わないとおっしゃっている。だが今後のこのように我が官をすれば全王様から厳しい罰を受けることになる。マルカリータの言う通りだ。天使の一族は中立を守らなければなる。天使が感情に歩けば善意悪意を問わず多大な災厄を招きかねい。トッポ様、全王様の決定によりあなたが新たな破壊神に就任する。